はい、皆さん、小丸です。わさば公式クリエイターの辰丸です。今回はついに来ました。オーロラホップの復刻です。正直このイベントを待ってた人はかなり多いかと思います。なぜならオーロラホップはいわゆる神イベント枠だからですね。なぜならミスリル、英雄装備宝箱、かけら、宝石装備など大量に獲得できるイベントやからですね。そんなオーロラホップの必要な情報をより視覚的にわかりやすくするための動画です。お得なのは分かってるけどいまいち頭に入ってこない。そんな方にもわかるので最後までお見逃しなく。またメンバーシップでは最新の検証やイベントを実施してます。今一番熱いグループということで個々の悩みを吹き飛ばすを目標に活動してます。詳しくなりたいならぜひご検討ください。それではメインイベントの解説をやっていきます。レッツゴー。まずオーロラホップってどういうイベントなんかを言いますと、飛行船で調査隊を派遣して初行宝箱を集めるイベントとなってます。このイベントは正直めちゃくちゃ強いです。なぜ強いのかというと、オーロラホップは単純なパック購入イベントではなく、報酬が大きく分けて3つ重なってるからですね。1つ目がパック購入時の報酬。2つ目が到達時の報酬。3つ目が、初行宝箱を開けた時の宝箱報酬。この3つが複合して獲得できる爆盛りイベントやからです。次、まずはじめにやるべきことですね。調査隊を代役用してください。結論、1日2回程度ログインできて出発できるんであれば、ダイヤで、2000、1万と3枠目まで開放しちゃっても損はないです。そして4枠目。このイベントで課金する予定なら必須開放となってます。はいはい、重課金イベントなんでしょと思ったそこのあなた。ちょっと待ってください。実は美課金クラスにも2つの選択肢があります。1つ目はまあ有名というか皆さんがやってるであろう方法ですね。1、目標到達報酬に達成できる分の加速を買いだめする方法です。例えば目標が900回完走であれば900回分。過去の開催頻度だとベターな選択肢やったんですけども、今回のように半年空くこともあり、いつ目標分を貯められるのか、辰丸でもちょっと読めないっていう欠点があります。二つ目の方法は予算に合わせて普通に参加することですね。これ実は到達報酬には全く期待できないんですけど、宝石装備かけら、英雄装備不足、これがピンポイントなら全然ありです。このどちらかを選択して、参加できますね。次、実際にどうお得なのか。まず、パックのみの価値を見ていきましょうということで。この表は、辰丸サーバー基準で、パックの付属アイテム価値と、交渉の宝庫と比べてどうなのって比較した表ですね。このパックも課金額が増えるほど、内容物が渋くなるタイプです。まず、宝石装備だけでも、交渉パックと比べても7割程度の価値があり、そこにダイヤと時の懐中時計、時短アイテムが付属してくるわけですね。次、調査回数報酬、到達報酬を見ていきましょう。この表も辰丸サーバー基準となってます。表一番左側が到達回数。その隣がアイテム名、個数でおおよその円換算の順ですね。はい、これらのアイテムの合計価値が約81,482円分となってて、ミスリルが最大93個手に入り、価値が74,400円分。ということで、アイテム価値のほとんどをミスリルが占めていて、多くの重課金プレイヤーが完走を狙う要因というわけです。これがイベントの価値を爆盛りしてるわけですね。はい。次、到達報酬を狙う上でミスリルを狙うと言っても過言ではないことは分かりましたね。では、
実際に狙う上で到達報酬別最安パック表を見ていきましょう。この表はそれぞれの到達報酬、最安パック構成、合計金額、獲得ミスリルの順になってます。まずはじめに注意したいのが、あくまでも参考値です。加速なしでの到達回数も考慮して最安パックを構成しているので、出発忘れをすると全然到達できないので、時間管理には気をつけてくださいね。150回到達でミスリル8個を狙う場合、調査隊の800円と1600円、3200円分の購入で到達可能です。合計金額が5600円となっていて、獲得ミスリルは8個ですね。次、合計28個を狙う場合ということで、こちらは到達回数が420回必要です。ここまで狙うとなるとかなりの課金が必要になってきます。最安パックの構成が調査隊800円プラス8000円プラス15800円、合計金額が25400円となってます。次、合計ミスリルの獲得が48個狙う場合ですね。到達回数は570回必要です。調査隊の800円プラス1600円プラス15800円を2回分購入、合計金額が34800円となってます。次、獲得合計ミスリルが68個狙う場合ですね。720回の到達回数が必要となってきます。調査隊の800円プラス1600円プラス3200円プラス8000円プラス15800円を2回分購入。こちらは合計金額が46000円必要です。最後、完走ですね。93個分のミスリルを獲得するには、調査隊の購入プラス800円プラス1600円プラス8000円、そして15800円を3回購入する必要があります。合計金額が58600円ですね。オーロラホップはやはり完走を狙うのが一番いいと個人的にも思ってますが、予算に合わせてこの表の到達回数を目標に参加してみてもいいんじゃないかなと思います。次は調査で持ち帰ってくる初号宝箱の仕組みと合成期待値表を見ていきます。1回の調査で普通初号宝箱、上級初号宝箱を1対9の割合で持って帰ってきます。調査での獲得はこの普通宝箱と上級宝箱のみとなってます。次、宝箱の合成ですね。普通宝箱3つで上級宝箱1つを合成できます。次、上級宝箱3つで合成が可能です。上級宝箱の合成は 75% で聖地宝箱に、25% で豪華宝箱に合成される仕組みですね。オーロラホップで報酬のブレがあるのはここだけです。調査での上級宝箱を獲得する 10% の引きと、上級宝箱合成時に豪華宝箱の 25% を引っ張ってこれるかで価値が変化するわけですね。最後、上級宝箱の期待値表を見ていきます。この合成回数120回は900回完走時の上級宝箱が合成できる目安回数と思ってください。上振れや下振れの判断をするラインは、豪華箱が30個以上獲得できれば上振れたんやな、ラッキーと思ってください。オーラホップ900回完走できた時の初号宝箱でどれだけ手に入んねん。はい、こちらです。こうやって見てみると、宝箱報酬の価値のほとんどを英雄のかけらが占めているのがよくわかりますね。はい、これら3つの報酬の合計がなんとこちらです。約18万円相当ですね。ここにダイヤ報酬が含まれるので20万円分の価値があるっていうのは本当でした。なのでフルパックを買うような重課金プレイヤーにとって間違いなく
紙パックと言える結果ではないでしょうか。これまでを踏まえてどんな人に向いているのか考えた結果、やはり今後集結リーダーを目指したい。現集結リーダーで宝石装備、英雄装備に伸びしろがある勢だと思います。もちろん序盤で話した通り、美課金クラスでの参加も全然お得です。目標到達回数と予算を見て参加はできますね。ただ、ベストマッチはしてないんじゃないかなって思う理由が主に2つあります。1、到達報酬のミスリルが占めてる割合がかなり高いです。課金もたくさんしないとミスリルがもらえるまで到達できない点。これが1つ目。2つ目が初行宝箱のほとんど、約7割強ですね。英雄装備のかけらが占めている。美課金クラスが英雄装備のかけらをたくさん獲得しても、一人育てられるかどうか、やと思います。つまり、持て余すことになってしまうんですよね。結果、多少多めのパックに手つける方がいいんじゃないかなっていう答えになりました。たつまるの動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。またね。